多くの人は、病や体の不調に悩まされると、すぐに病院に行き、薬を求める。それもいいだろう。だが、それだけでは根本が癒えることはない。医者はあなたの痛みを一時的に和らげてくれるが、病を生み出す土壌までは変えられないんだ。私もかつて重い肺結核に倒れ、死を覚悟した男だ。だが、その死の淵から私を引き上げたのは、医者や薬ではなく、自らの内と外にある力だった。本当の健康とは、体だけではなく、心と気の流れが整った状態なのだ。あなたが日々発する言葉、抱える感情、呼吸の質、それらすべてがあなたの命の輝きを左右している。今回は私が命を懸けて体得した病と不調を消し去るための5つの極意を伝えよう。薬に頼る前にまずこの話を聞いてほしい。それがあなたの人生を変える第一歩になるかもしれないんだ。第一章、赤玉精神で病を打ち砕け。よく病は気からという言葉を耳にすると思うが、私は本気でそう信じている。それは私が経験し、見てきた真理なんだ。不調に見舞われたとき、本当に弱い体で情けない、とつぶやけば、その言葉が、まるで毒のように全身を回る。逆に、私は大丈夫だ、必ず回復する、と言葉にすれば、その赤玉の響きが、体に働きかけるんだよ。私は、病に打ち勝った人々を何人も見てきた。彼らに共通しているのは、強い気持ちと力強い言葉だった。ため息をつくな。弱音を吐くな。口にする言葉があなたの細胞に命令を出す。まずは言葉を整えなさい。それが病を追い出すための第一歩だ。人の言葉には想像以上に強い力がある。そして日々何気なく使っている言葉があなたの気力や体調に大きな影響を与えているんだよ。まずは自分の口癖を書き出してみなさい。疲れた、無理だ、辛い、といった言葉が多ければ、それだけで体がその方向へと傾いていくのだ。その代わりに、できる、ありがたい、今日も感謝、といった赤玉的な言葉を一日のうちに何度も唱えるようにするんだ。特に朝が大事だ。起きてすぐに、私は今日も快調だ、一日を朗らかに過ごす、と声に出し、鏡を見ながら微笑んで、自分に向かって言いなさい。もし時間があるなら、小さな紙にその日の赤玉語を書いて、ポケットに入れて持ち歩くのもいい。あなたが口にする言葉が、あなたの血となり肉となる。だからこそ、まずは言葉から変えるんだ。それが、心と体を整える確かな一歩になる。言葉の力を信じ、赤玉語を使うと決めたら、それを習慣として体に染み込ませる必要がある。ただ言って終わりでは意味がない。だから、一日の中に赤玉語を唱える時間を、明確に設けておくことが大切なんだ。朝起きたら、まず鏡に向かって、私は元気だ、と宣言する。昼には、このまま順調に進む、と唱える。夜は、今日も一日よくやった、と締めくくる。それを毎日繰り返すうちに、言葉があなたの内部に定着し、不安や疲れに負けない精神が育っていくのだ。また、小さなメモに書いて持ち歩き、ふと気づいた時に読み返すのもいい。外出中の不安や疲労感に襲われた時こそ、その言葉があなたを支えてくれる。言葉を道具にしなさい。それが病を押し返し、気を高める。日々の最強の薬になるのだ。第2章、呼吸で宇宙とつながる力。第2章、宇宙エネルギー充電呼吸法。私が病に倒れ、生死の境をさまよっていたとき、最後に私を助けてくれたのは呼吸だった。薬ではない、手術でもない。自分自身の息を整えることで、命の力を呼び起こしたんだ。呼吸は、
ただの空気の出入りではない。それは宇宙から受け取る生命のエネルギーそのものなのだ。静かに鼻から吸い、腹の奥まで満たす。そして、細く長く、音を立てずに吐く。この動きを繰り返すことで、気の流れが整い、心も体も落ち着いていく。呼吸が乱れれば、思考は曇り、体は緊張し、疲労がたまる。だが、呼吸が静まれば、それだけで自律神経が整い、体調も変わってくる。私が学んだインドの修行でも、呼吸こそが心身統一の入り口だった。それほどまでに、息は大切なものなのだ。呼吸を整えるには、まず姿勢を正すことだ。背筋をまっすぐにし、顎を軽く引き、肩の力を抜く。両手は太ももに置き、手のひらは自然に下向きか上向きに。視線は遠くに向けるか、まぶたを軽く閉じてもいい。口は閉じて、鼻から静かに息を吸い込みなさい。その息を腹の底、丹田に送るように深く吸うのだ。吸い切ったら3秒ほど静止し、次に、細く長く、できるだけゆっくり吐く。音を立てずに、風のように吐くことを意識するんだよ。この吸う、止める、吐くのリズムを、5秒、3秒、7秒のペースで繰り返すのが断りそうだ。最初は短くても構わないが、慣れてきたら、徐々に息の深さを育てていきなさい。これを朝昼晩の1日3回、3分ずつ続ける。それだけで心が整い、疲れが抜け、活力が湧いてくる。呼吸とは、最も自然で力強い養生法なのだ。この呼吸法を続けることで、体だけでなく心にも明確な変化が訪れる。まず、集中力が増す。無駄な思考が静まり、一つのことに深く没入できるようになるんだ。これは現代人にとって非常に価値のある力だ。さらに、心が穏やかになる。感情の起伏が減り、焦りや不安に心を奪われることが少なくなる。それが結果的に、自律神経やホルモンバランスを整え、自然と体の不調も緩和されていくのだ。この呼吸は、単なる酸素の出し入れではない。生きる力そのものを取り入れる行為なんだ。あなたが生きている限り、この宇宙には無限のエネルギーが存在している。それを取り込む術を身につければ、人生そのものが静かに力強く変わっていくんだよ。第3章、関連要素の公開。私がこれまで出会ってきた多くの病人に共通していたのは、体そのものよりも心に染みついた思い込みが強いことだった。病は外からやってくるのではない。多くはあなた自身の内側から育ってしまうのだ。私はそれを関連要素と呼んでいる。つまり、長年にわたって無意識のうちに蓄えられた否定的な想念や価値観のことだ。どうせ自分には無理だ。私は昔から病弱だ。そんな言葉が習慣となり、体に命令を与えているんだよ。これらは過去の出来事や親の言葉、他人の評価や小さな失敗体験によって、あなたの中に深く刷り込まれてしまったものだ。そして恐ろしいことに、人はそれに気づかない。もう年だから、性格だから、仕方ない、などと、自分を否定的な枠に閉じ込めてしまうんだ。だが、観念は変えられる。心の底から、あなたは変われる。その手順を、今から話していこう。観念を変えるには、まず気づくことが大前提なんだ。日々、あなたが心の中で何をつぶやいているか。その言葉が、体調や気分に直結していることを断り返しなさい。どうせ、無理、仕方ない、など、そんな言葉を日常的に使っていないか。まずは、それを紙に書き出してみるんだ。その次に、それらを積極的な言葉に書き換える。私は元気だ。私は変われる。今日も進んでいる。はじめは違和感があるだろう。だが、声に出し、毎日唱えることで、少しずつ脳と心に新しい回路が出来上がるのだ。朝起きた瞬間、昼のひととき、
夜の静けさの中で、1日3回、静かに声に出して自分に語りかけなさい。これは宗教ではない。心の大掃除であり、自分への教育だ。観念は、あなたの意志で塗り替えられる。そのことを信じて、まず一歩を踏み出しなさい。観念というのは、書き換えた瞬間に定着するものではない。長年染みついた思い込みは、日々の繰り返しによって、少しずつ心と体に染み込んでいくのだ。そのためには、意識して使う習慣が必要だ。朝目が覚めたとき、私は今日も元気だ、と唱える。人に会う前に、私は落ち着いている、とつぶやく。夜寝る前には、今日もよくやった、と自分をねぎらう。このように、場面ごとに積玉語を準備し、繰り返し使うことで、あなたの内なる声が変わっていく。そしてその声が、体の働きや気の流れを導くようになる。最初は、どこか嘘っぽく感じるかもしれない。だが、繰り返すことで真実になっていく。それが観念の力なのだ。だからこそ、焦らず、楽しんで続けることだ。一日一言でも構わない。続ければ、あなたの体も心も必ず変わってくるんだよ。第4章、クンバハカの力。クンバハカとは、姿勢や筋肉の操作を通じて、意識と神経を統一させるための極意であり、ただの健康法ではなく、精神集中の革新でもあるのだ。この法を知ったのは、インドの修行の時だった。ある師が、人の心は姿勢に宿る、と言い、呼吸や瞑想とは別の軸として教えてくれたのが、このクンバハカだった。やり方はこうだ。まず、肛門と下腹に軽く力を入れ、背筋をすっと伸ばし、顎を少し引く。肩の力は抜き、目は前肩に柔らかく向ける。この状態を作るだけで、意識が外に向かうのを防ぎ、神経のバランスが整い始めるんだ。呼吸は自然に任せればいい。ただ、姿勢と意識を一つに保つ。それによって、今この瞬間に集中できる。クンバハカとは、外乱を遮断し、内なる静けさを作る、即効の方法なのだ。クンバハカの実践は、日常生活のあらゆる場面で行える。電車を待つとき、人と話す前、何かに集中したいとき、それは、心と体を即座に統一する最強の技術だ。まず、肛門と下腹にごく軽く力を入れる。神経がそこに集まるように、静かに意識を向ける。力みすぎてはいけない。心の中で、そこに芯を通すような感覚が大切なのだ。次に、背筋をすっと伸ばし、肩の力をふわっと抜く。顎を引き、目は柔らかく前を見据え、呼吸は自然に任せる。その状態で、今という瞬間に全意識を集めなさい。心が過去や未来にさまよいそうになったら、そっと意識を腹と姿勢に戻すのだ。数十秒でもこの姿勢を保てば、神経の興奮が静まり、心が凪のように落ち着く。この練習を続ければ、あなたはどんな場面でも、自分をコントロールできる人間へと変わっていくのだ。クンバハカを日々の生活に取り入れると、心と体に大きな変化が現れる。まず、些細なことで心が乱れにくくなる。人の言葉や外部の刺激に過剰に反応することが減っていくんだ。神経の興奮が静まり、呼吸は自然と深くなり、血の巡りが整い、慢性的な肩こりや倦怠感が軽くなっていく。これは単なる姿勢矯正ではなく、神経系と自律の力を整える本質的な訓練なのだ。さらに、意識が明晰になり、自分の感情や行動を冷静に見つめる力が育まれる。怒りや不安が波風のようにやってきても、それに巻き込まれず、静かに受け流せるようになる。私はこの技法を、病床で身動きも取れなかった日々にも実践してきた。それが唯一、自分を保てる術だったのだ。クンバハカは、静けさの中に力を宿す技術だ。それを習慣とすれば、
心と体の不調は静かに、そして確実に癒えていくんだよ。第5章、エネルギー増進法。私が伝えている教えの中で、多くの人が見落としがちなのが、気というものの存在だ。睡眠や栄養も大切だが、それだけでは、あなた本来の生命力はよみがえらない。人間の内側には、本来備わったエネルギーの源泉がある。だが、現代人はそれを使わずに暮らしている。だからこそ、不調や倦怠感がいつまでも消えないのだ。私が提唱するのは、気の流れを意識して動かすという方法だ。立ったまま、両手を前に出して、空気をゆっくり押し返すように動かす。肩や腕の力は抜き、意識を手のひらに集めて動かす。たった数分でも、体が内側から熱くなるのを感じるはずだ。それが、気が動き出した証だ。このような意識的な動きは、筋肉や関節だけでなく、心や神経にまで影響を与える。動きと意識が一致したとき、あなたの中の眠っていた力が目を覚ますのだ。気とは、目には見えないが、確かに存在する力だ。そしてそれは、意識と行動によって育てることができる。この気を養うことが、病や不調を根底から癒す道となるのだ。私が実践していたエネルギー増進法では、両手を前に出し、空気を押すようにゆっくりと動かす。その時、手のひらから放たれるエネルギーを感じながら、私は内から力が湧いている、と唱える。重要なのは、ただの体操にならないことだ。背筋を伸ばし、呼吸と動きを一致させ、動作の一つ一つに意識を集中させる。このように動きと意識を重ねることで、あなたの中の気が目覚めていく。手のひらや腹の奥に熱のような感覚が宿ったら、それが生命力が動き出した証拠なのだ。たった数分でも構わない。毎日続けることで、気は確実に育ち、あなたの心と体を支える軸となっていくのだ。このエネルギー増進法を日々の生活に取り入れると、あなたの中に眠っていた生命の力が、ゆっくりと、しかし確実に目を覚ましていく。最初に感じるのは、朝の目覚めの違いだ。かつては体が重く、気だるさが抜けなかったのに、ある朝ふと、目を開けた瞬間から、体が軽く、呼吸が深くなっているのに気づくんだ。さらに、少しの疲労やストレスで、ぐったりしていたのが、驚くほど回復が早くなる。気が全身を巡るようになると、神経も内臓も整い、自然治癒の力がよみがえってくる。私はこの方法を、病と戦う日々の中でも欠かさず続けてきた。年齢や体力に関係なく、気は鍛えれば必ず強くなる。それは私自身の体験が証明している。何よりこの実践は、心に一本の軸を通す。それによって、どんな困難も、内なる静けさと力で乗り越えられるようになるのだ。私が生涯をかけて伝えてきたのは、病や不調を一時的にやり過ごす技術ではない。人間の内から湧き上がる力を、どうすれば呼び覚ませるか、その道なのだ。薬も医者も必要だ。だが、それだけに頼っていては、本当の意味で健康とは言えない。今日お話しした5つの極意は、どれも特別な道具も場所もいらない。だが、継続すれば必ずあなたの中に、確かな変化と力が芽生えてくるはずだ。私は、数えきれぬ困難と戦いながら、それでもなお、立ち上がるための方法を探してきた。そして、見つけたのがこの道だった。だからこそ、あなたにも伝えたい。諦めるな。自分の内と外にある無限の力を信じて、今日から一歩ずつ始めなさい。いかがでしたか？もし今日のお話が、皆様の人生に新しい気づきや励みを与えるものでしたら、コメント欄に、100を、また改善点やご意見がありましたら、0をお書きください。いいね、ボタンとチャンネル登録していただけると、
とても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。今後も様々な偉人の言葉を配信していきますので、通知をオンにして、次回の配信をお見逃しなきようお願いいたします。メンバーシップを始めたので、偉人の言葉の活動を応援、ご支援してくださる方は、ぜひご加入お願いいたします。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。